激しい雨が小さな村を襲い、水位が上昇して道路が浸水し、恐怖が広がった。広大な水面の中にかすかな犬の鳴き声が響き渡り、その音は聞く人の心の琴線に触れるものでした。救助隊はカヌーで出発し、緊張した目で周囲を確認しながら静かに浸水地域へと進んでいった。屋根の上で水位が屋根の端まで上昇し、震えている犬を発見した。若い男はためらうことなく滑りやすい屋根に登り、犬をしっかりと抱きしめ、無事にカヌーまで連れて行きました。カヌーはまだ多くの命が救助を待っているというかすかな希望を背負いながら水を切り進み続けた。近くでは3匹の犬が冷たい波形の鉄板の屋根の上に集まっていて、吠える声は助けを求める必死の嘆願のように消えていった。2人の少年はバランスを保ちながら、怯えた犬たちを優しく落ち着かせながら滑りやすい屋根に慎重に登った。犬たちは1匹ずつ慎重にカヌーに下ろされ、下にいるチームメイトの手は常に犬たちを優しく受け止める準備ができていた。ずぶ濡れの犬たちはカヌーの中で身を寄せ合って震えていたが、彼らの目にはもうパニックの色がなくなっていた。救助隊は止まることなく浸水地域のさらに奥深くまで進み、閉じ込められた残りの人命を捜索することを決めた。低い屋根の上の黒い犬は水が足元まで危険なほど近づいてくると絶え間なく吠え続けた。若い男はすぐに冷たい水に飛び込み、屋根の上を泳いで怯えている犬のところまで行きました。彼は犬をしっかりと胸に抱きしめ、強い流れの中でカヌーに乗っているチームメイトに犬を渡した。彼らは全員完璧な連携で協力し、犬が滑って洪水の中に落ちてしまわないように熱心に見守っていました。カヌーは進み続け、救出された犬たちは温かさと安らぎを求めて身を寄せ合った。大きな障害となっている濃い洪水のため、救助隊は非常にゆっくりと進み、細心の注意を払わざるを得なかった。予想外に彼らは頭だけが弱々しく水面から出ている状態で水に流されている犬を目撃した。若者はためらうことなく水に飛び込み、疲れ果てた犬に向かって全力で泳ぎました。彼は犬をしっかりと抱きかかえ、2人をカヌーの安全な場所まで連れ戻すために漕ぎ続けた。カヌーに乗っていた犬は疲労のため息が絶え絶えだったが、生死に関わる恐ろしい状況から逃れた。救助隊は静かに水中深くへと進み、深みから響くわずかな音にも耳を澄ませた。彼らは救助を待つ弱い犬たちにとって一秒一秒が非常に貴重であることを理解していました。広大な広場で遠くからまた別の震える吠え声が響き渡った。それは完全にパニックに陥ったように聞こえた。チーム全員がすぐにカヌーを音のする方へ向け、彼らの中に緊迫感が高まった。一匹の子犬も置き去りにしないという決意のもと、救出活動は続いています。